平成22年12月、万能町議会定例議会においての一般質問を行います。町社協と町行政の関係についてを質問します。地域福祉を推進するための社会福祉協議会の役割は何か、また同じ役割を担う町行政との関係について町長の考えをお示しください。万能町の住民はみんなが万能町社会福祉協議会の会員であります。会費はいくらですか？会長さんはどなたですか？活動はどんなことをやっていますか？仕組みはどんなんですか？と質問しても、一般の人にはなかなか答えにくいのが社会福祉協議会でなかろうかと思っています。そして町行政の推進している福祉と社会福祉協議会が担う福祉の違いって何ですかと問いかけた場合、その質問すらが正しいのか否かと考えます。なぜかといえば、社会福祉協議会の会長は町長です。年会費500円のうち400円が各支部の活動費となり、残りの100円は事務局経費ですが、そんな少額では事務局運営を賄うことはできません。事務局職員の人件費は町行政が補っているのが現状です。また、介護事業などは町の下請け的存在でもあるし、町と社会福祉協議会は切っても切れない関係にあると思います。しかしながら、福祉サービスを受ける側から見ると、町行政と社会福祉協議会事務局の区別にこだわることなく、福祉サービスの提供を受けることができれば、それでいいことであり、そのように考えると、町行政と社会福祉協議会は常に双方が身近な場所に位置しておれば、利用者はより便利でないかと思いますが、いかがでしょうか。先月開催された理事会連合会役員と議会議員との初めての会合で、私の発言の中に、社会福祉協議会は合併できていないと申しました。これは名前が合併していても、中身は合併していなくて、合併遺伝の9町ごとに何々地区福祉推進委員会なるものを作って運営しております。なぜだと思いますか？その方はやりやすいからです。手間がかからない長年やってきた良さを守りたい。だから変えられないと思います。もう一つのネックはお金です。旧万能町社会福祉協議会は大金を持っていました。葬儀告別式を終えた家族から香典返しとして社会福祉協議会に寄付をする習慣がありました。積もり積もって数千万円もありました。旧万能町社会福祉協議会が合併する以前に、このお金を有効に使用することができなかったために、合併後、万能町社会福祉協議会は、大きなお金を持参して一緒になったことからややこしくなり、結果として旧万能地区で支部活動の事業として使ってしまおうと頑張り、やっと今年度でその事業も終わります。どのような方法でお金を動かしたか、それは全く国や県がするやり方でした。補助金として支部活動を把握し、助成金申請書を作らせ、他の支部との釣り合いができているか否かを見極めて審査をし、可能であれば事業に対して助成はするものの、その成果を報告せよとの約束事でした。結局、事務局職員も支部役員もお金を使うことに手間暇かけてきたことになります。来年からは財源が一気に減るので、支部活動は衰退していくでしょう。福祉活動はお金だけではないと分かっていても、支部活動における支部役員の福祉バブルが終わった後、助成金付けされた人たちは気の毒に思います。
旧万能町社会福祉協議会の時代には、給付金がこのように使われるとは、誰も想像していなかったと思います。過去を振り返ってみますと、理事者側は将来福祉センターを建設する際に、その一部として寄付金を有効に使いたいと述べられていたことが耳に残っております。現在の時代を教訓にして、お金については二度とこのような困った使い方にならないよう工夫しておくべきと考えます。思い切って今後、寄付金は社会福祉協議会の各支部が直接受け取れるように改正できればいいと思いますが、いかがでしょうか。万能町社会福祉協議会は大きな組織を目指すのではなくて、支部活動の充実を図っていくべきだと思います。旧万能においては、各支部内には共に福祉センター並みの公共施設が存在しております。有効に使うとともに、その支部をもっと細分化し、それは自治会が持つ集会所まで掘り下げての組織を作っていくべきだと思います。現に旧万能以外の地区では、自治会一つが支部活動に準じている箇所もあるようです。本当はそれが理想でしょう。自治会単位の自立を促す施策の充実を図っていくべきだと、せめて民生委員さんの受け持ちエリアぐらいまでに狭めて、地域福祉の拠点を作っていくべきでなかろうかと考えますが、いかがでしょうか。10年余り前に介護保険制度が導入されたときに、地域福祉が大きく変わりました。ゴールドプランの名のもとに多くの人が地域福祉に携わっていた時代がありました。例えば、自宅で介護を要する人たちを農村環境改善センターの多目的ホールまで送迎して集まってもらい、ボランティアの人たちでデイサービス的なことを支えていました。あの頃の方が良かったんじゃないかと思ったりします。地域福祉の拠点は大きな施設や遠い場所ではなくて、身近な場所で推進できるよう方向を変えてみる必要があると考えます。地域福祉がまず目指すものは何か、それは福祉の発見でしょう。困った人を見つけてあげることが重要です。そして次には福祉情報の伝達、サービス情報を伝えてあげるのが大事になります。そうなると必要になるのがリーダーです。そのリーダーを育てていくのが社会福祉協議会の役割だと信じます。例えばの話ですが、町行政が社会福祉協議会に投げかけている介護サービスは、もう町行政独自である。社会福祉協議会は地域の福祉リーダーを育てるのに専念すると仮定した場合、いろんな議論が生じてきますが、反面そのようなことに的を縛ると分かりやすいんではないかと思いますが、いかがでしょうか。いや、そんなことはダメだ。従来通り町行政がやらなければならない介護サービスは社会福祉教育に任すんだとなれば、それじゃあ町行政と社会福祉協議会が一体となって同一で取り組んだ方が効果的ではないかということになります。福祉の町万能町を掲げるのであれば、住民みんなが関わる社会福祉協議会事務局は町の中央に持ってくるのが筋ではないですか。合併当時の約束が守られれば、職員の数も今以上に減っていきます。議会議員も減る傾向にあります。狭い庁舎が広く使えるようになるわけです。地域福祉の推進は住民に関心を持ってもらうことと協力をもらうことです。この庁舎を町福祉推進の本丸にしてはいかがでしょう。最後になりますが、万能町社会福祉協議会の抜本的な改革案を提供することにより、その議論の中から地域福祉活動の原点が見出せてくるのではなかろうかとの気持ちで自分の意見を申し述べさせていただきました。万能町社会福祉協議会と町行政との関係について、万能町社会福祉協議会のトップである町長にご見解をお願いして、私の一般質問といたします。ありがとうございました。